あったあった。ネザーウォートをここに入れてと。何やってるんだ？ソロンゴ。何かポーションを作ってるみたいね。噂によると、どうやらウプ主が、肺炎にかかったらしいんだよ。それは一大事なんだな。そう、だからウプ主に、お薬を届けてあげるんだ。よしできた、回復のポーション。あとはブンブンに頼もう。ねえブンブン、このお薬、ウプ主に届けてくれない？お任せください。しかと届けてまいります。ソロンゴ、大変なんだな。これ、回復のポーションじゃないんだな。ちょっと、これ、毒のポーションじゃない。ただいまです。ウプ主さん、お薬飲んでくれましたよ。大変だー。いやー、ウプ主復活してよかったな。よかったなじゃないわよ。危うくチャンネル終了するところだったじゃない。皆さん、ご心配おかけしました。もう大丈夫。さあ今日も建築、頑張ろう。今日は何を作るんだ？今日は居住区、バロに、妖精たちの家を作るよ。まずは邪魔な部分をホリホリっと。ここは、UFO を作った時に、見つけた場所ですね。そうそう、妖精の家を作りたいなってことで、視聴者さんにアイデア募ったら、神アイデアがいっぱい届いた。さすがソロンゴクラフトの視聴者さんなんだな。その神アイデアをちょっとずつつまんで、合体させて作っちゃおうってなわけよ。ただのいいとこ取りじゃない。具現化することに意義がある。チョボくん、うろうろしてると危ないよ。あわわわわ、ツルハシで殴るとこだったじゃん。気をつけてほしいんだな。どっちが？上ももっと削らないとな。結構な作業量ですね。だいぶ高い場所なんだな。おう、下を見ると足がすくむ。いやー。今、あれに落とされた？あれが当たったならしょうがないわよ。あれどこかに繋げば？それは嫌、里の癒し。よし、土台はこんな感じで OK かな。足場も OK。スライムブロックなんだな。スライムブロックなら、落下ダメージもないので、あれに落とされても平気ですね。落下対策バッチリよ。残した岩場を土台にして、ブロックをハリハリして行きましょ。前回の動画で、汚しやグラデの解説をしたので、その辺も入れつつ、作って行きます。前回の配色解説動画、とっても好評なんだな。過去最速で、2万回再生突破。まだ見てない方は、ぜひ見てってね。ソロンゴさん、支援絵をお持ちしましたよ。ふわー、お目目がキラキラ。みんなの表情もいいわね。誕生日の絵もいただきました。とっても嬉しいプレゼントだね。皆様、素敵な絵をありがとうございます。支援絵は、Twitter、ハッシュタグソロネで募集してるよ。さてと、半分くらい進んだかな？だんだん白くなってきたんだな。骨ブロックをメインに、時々方解石を混ぜながら、白壁を作って行きます。次は屋根。今回の建築は、完全にアシンメトリー。どこをどうやっても、左右対称には、なりません。多分。左右対称の建物の方が少ないから、いつも通りなんだな。まあそうなんだけどさ。今回は、自然生成されたような部分を、たくさん混ぜたいんだ。だから岩場にそのままブロック貼り付けてるのね。そうそう、一から自然生成風な土台を作るより、元々あるものを利用した方が、より自然に見えるかなと。屋根の傾斜も違いますね。幅も角度も奇数も偶数も、全部バラバラ。でも脳内ではすでに、素敵な形の屋根が出来上がっているのだ。ブロック数を決めないって、難しそうだわ。きっちりした建築は、作る前に構成を決めた方がいいけどね。決めすぎない建築も、自由で楽しいよ。ソロンゴは、行き当たりばったりが好きなんだな。いや自然にそうなるだけというか。でも今どういう形ができてるのか、サバイバルじゃ把握しづらいわよね。そんな時の、追苦労。出た、幽体離脱なんだな。ああ、その手があったわね。最近は内装建築だったから、忘れてたわ。なかなかいい形。あとは作りながら色々調整していこう。葉っぱを置いて行きます。綺麗に並ばないように。
でも土台の形から、かけ離れないように、ランダム加減を調整しながら、せっせと葉っぱを置いて行きましょう。葉っぱの中に、時々光源を仕込みます。ほんのり明るい隠し光源ね。葉っぱだけだとスカスカしちゃうので、苔と葉っぱとスイカで、こちょこちょしてます。スイカも使うんだな。グリーン系は、不透過ブロックの色幅が少ないんだ。でも葉っぱは大きく分けて、ツツジの黄緑、オークの緑、頭皮の深緑と、ざっくり3色あるから、一緒に使うと緑に変化が出せるね。次は屋根に飾りを入れて行きましょ。何を飾るの？お花のようなツタを、上から垂らそうかしら。お花のツタ、かわいいわね。配色のコツ動画でグラデーションの解説をしたし、せっかくだからグラデにしましょ。これは赤から黄色に変化する、類似色グラデ。さてみんな、覚えてるかな？遠くから見ると、こんな感じ。わあ、お花のグラデーション、綺麗ですね。小人の帽子みたい。かわいいんだな。よし、次は下の方だな。下、折りすぎじゃない？スライムブロックの意味、なかったんだな。高い場所で足場ブロック広げるとさ、結構落下事故率高くない？簡単に壊せるのも、考えものなのね。てかいい加減、エリトラ取りに行ってこい。シュルカーボックスも、そろそろ欲しいですね。混ぜ込みやグラデ建築は、ブロックの種類が多いからな。持ち運びも大変よ。壁には少し、汚れグラデを入れます。下の方は、質感が変わってちょっと汚れてる感じ。窓もつけようかな。どの辺が良さげ？ここかな。中をくり抜いて、屋根に合わせて緑の窓にしましょ。いいんじゃない？さらに下にも窓を作ります。変な形の窓なんだな。建物自体が変な形だしな。いいねいいね、脳内画像に近づいてる。細部を作って行きます。ハーフブロックをペタペタ。ああもう、この仕様が嫌なんだよな、足場ブロック。下に落ちたブロックは、アレイたちが拾ってくれる。高所建築では本当に助かるよね。何度か押されて落下したけどね。アレイの働きに比べたら、落下しくらい、大したことじゃないわよ。アイテム拾い集めるの、地味にめんどくさい。壁の先っちょを、尖ってる感じにしたい。壁ブロックと、鍾乳石を使うよ。そうだ、お花と。何色がいいかな。翡翠卵、だいぶ減ったわね。湿地帯にも花工場、作らないとだな。他のお花はまだ在庫いっぱいですね。花の森工場の、おかげなんだな。ここはハンギングポットを飾りましょ。色は、赤の補色のターコイズ。いい感じの黄色になるかなと。あ、君も補色だね。アレイちゃん。屋根に赤を使っているので、下の層にも赤を多めに点在させます。これが上から下に、赤をつなげる要素になるよ。小さめのテーブルを置こうかな。妖精たちがお茶するテーブル。ここにハーフを置いてっと。足元すっきりミニテーブル。なかなかおしゃれじゃない。妖精たちに似合いそうだわ。ここにももう一個つけるか。お、いいんじゃない？部屋の中はどうするんだ？普通に床を作ってもつまらないから。部分的に床を作って、妖精たちが自由に飛べるようにしようかな。最後に底を作ります。葉っぱをもりもりして、自然感を出しましょ。いやー、浮世絵、可愛すぎ。遺跡っぽいかっこよさもあるんだな。アレイたちも遊びに来てますね。妖精たちが移動しやすいよう、床はこんな感じに開けてみました。
妖精たちも、きっと喜ぶわね。この家で妖精たちとお茶したい方は、ぜひグッド&コメントで、応援よろしくお願いします。